こんにちは、桜井です。今回は今画面に映ってるこれの作り方を解説します。グラブルリリンクに出てくるマギラフリラの待機モーションで周りに剣が舞っているんですけど、それがめちゃくちゃかっこよかったんで作ってみました。見た目結構いかついんですけど、ロケーターの階層を少し工夫すれば意外と手軽にできるので参考にしてみてください。それではやっていきましょう。リファレンスをよく観察すると、4本で1組の剣が4組舞っています。そして上側の2組が反時計回り、下側の2組が時計回りです。いっぺんに作るのは大変なので、まずは上側の4本1組の剣の動きを作ります。それを後で複製するという流れで進めていきます。アニメーションを作りやすくするための下準備をしていきます。剣のモデルを用意してください。別に剣じゃなくてもいいんですけど、先が尖っているオブジェクトの方がかっこよく作れると思います。今回は剣のモデルには骨は仕込まず、メッシュだけで進めていきます。向きと位置を調整していきます。正面から見て、反時計回りと同じ方向に剣先を向けます。位置もだいたいこれぐらいで調整しておきます。剣を3つ複製して、ソード A、ソード B、ソード C、ソード D とリネームしておきます。次にロケーターを9つ作ります。クリエイトからロケーター。1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、見よう見まねでいいんですけど、アウトライナー上で中ボタン、ドラッグ&ドロップ。こんな感じで親子関係を作っていきます。ハイパーグラフのスケマティックでも見ておきましょう。Windows General Editors のハイパーグラフ。ここのオプションのオリエンテーションにスケマティックになっていたら、こんな感じの表示になります。リネームしておきましょう。リネームできたら、こうになっているコントローラーで、それぞれ対になっている剣をペアレントコンストレインしていきます。A と A 選んで、コンストレインからペアレントコンストレイン。一応オプション確認しておきますと、メインテンオフセットにチェックが入っていることを確認してください。で、アプライ。次に B と B、アプライ。C と C、アプライ。D と D。仕上げにコントロール G でグループ化しておきましょう。ソード、ユニット1とリネームしておきます。セットアップが完了したのでアニメーション作業に移ります。私は 30fps の120フレーム尺で作っていきます。この後も一応具体的な数値を示すことが多いんですけど、自由に変えてもらっても大丈夫です。まずはコントローラー位置を全部選択して、0フレーム目でキー、120フレーム目で、ローテーション Y に360を入力してキーを打ちます。タンジェントがこんな風になっているので、ここでリニアに変更しておきましょう。次にローテーション X について見ていきます。ちょっと余談なんですけど、チャンネルズのここに Sync Selection in Graph Editor、これにチェックが入っている方が作業しやすいので、必ずチェック入れておいてください。こんな感じでグラフエディターと連動するようになります。で、ローテーション X を選んだ状態で30フレームごとにキーを打っていきます。で、こんな感じの波形を作ってください。だいたいマイナス25からプラス25ぐらいの波形で、適当で OK です。今再生すると、こんな感じですね。次に、コントローラー2を全部選択して、0フレーム目、どこでもいいんですけど、50。
でキーを打ちます。今再生するとこういう見た目に変わりました。Z の距離は半径になるので、今は半径150センチの球面をなぞるような動きになっています。もう一度フロントビューに戻って、そしてルートのローテーション Y を45に変更します。こうすることで正面から見た時の剣の軌跡は8の字を描き、情報量が上がるのでおすすめです。では、適当なコントローラー2を選んで、モーショントレイルを出します。コントローラー2を全部選択して、こんな感じで、剣先が軌跡に沿うような感じで、ローテーション Z を調整していってください。15、45、75、そして105。ちょっと最後で。タンジェントもこの感じで調整してもらって、綺麗につながるようにしておいてください。再生するとこんな感じです。X 回転も加えていきましょう。120フレームで1回ロールさせたいので、またコントローラーに全部選択、ローテーション X について見ていきます。120フレーム目で360。いらないキー消しておきます。で、タンジェントをこれもリニアに変更しておきます。再生すると、120フレームで1回ねじるような動きが入っています。ちなみにこの時点で回転がおかしくなる場合は、ロケーターのローテーションオーダーを見直してください。ローテーションオーダーの見方は何か一つ選んで、アトリビュートエディターの5にあります。私は初期設定の XYZ で作業しています。次にカーブをずらします。コントローラー全部選択、カーブを全部選択。で、グラフエディターのここにサイクルウィズオフセットがあります。ここをちょんと前と後ろループするように変更しておきます。そしたらコントローラー B から D を選択して、カーブを全部選択して4フレームずらします。1、2、3、4。カーブ C から D 選んで、これも1、2、3、4。D だけ選んで、1、2、3、4。再生するとこんな感じで。一気にリッチになりましたね。4本1組の剣の動きができたので、グループを複製しましょう。ソードユニット1を選択して、エディット、このデュプリケートスペシャルのオプションを開きます。デフォルトではこのデュプリケートインプットグラフ、ここにチェックが入っていないので、ここにチェックを入れてください。これでアニメーションもコピーされるようになります。3回複製します。1、2、3。グループが2、3、4できました。アニメーション再生すると、今は画面上には変化がないですが、グループ4つが同期して動いている状態です。次の工程でオフセットしてばらつきをつけていきます。カーブをオフセットしていきます。まず、ソードユニット2のコントローラーを全部選択。これを30フレーム後ろにずらします。同じように、ソードユニット3のコントローラー全部選択、カーブ全部選択して、次は60フレーム後ろへずらします。最後にソードユニット4。コントローラー選択、カーブを全部選択して、90フレームずらします。再生すると、こんな感じです。リファレンスで確認した通り、ソードユニット3と4は時計回りにしたいので、回転の向きを反転させます。ソードユニット3、4のコントローラー1を全部選択して、ローテーション Y を選択します。カーブを全部選択した状態で、ここにかけるイコールマイナス1を入れてエンター。
0を基準に反転しました。次にコントローラー2を全部選択。ここでもローテーション Y を選択した状態で180と入力します。次にローテーション Z を選択してカーブを反転させます。さっきと同じようにかけるイコールマイナス1を入れてエンター。タンジェントがちょっとおかしいので調整しておきます。再生すると時計回りと反時計回りが2組ずつになりました。途中で重なっているのが気になるのでちょっとずらしておきます。コードユニット34のコントローラー1を選択してローテーション X を少し持ち上げます。これでほとんど完成です。改めてリファレンスを確認すると、ジェットコースターのように上り下りで緩急がついていたり、下側の2組には強いロール回転を入れていたり、単調にならない工夫が施されているのがわかります。それを追加したものがこちらです。詳しい説明は本動画の趣旨とは離れるんで割愛しますが、緩急はタイムワープ、ロール回転の追加はアニメーションレイヤーを使って調整しました。口述になってしまって申し訳ないんですが、緩急やタイミングの調整、アニメーションの作り込みはキーフレームをオフセットする前に行っておくことをお勧めします。オフセット後でもできなくはないんですが、手数が増えて時間がかかります。先に言っといてよって話なんですけど、解説の流れを優先させていただきましたので、ご理解いただけますと幸いです。というわけで、少し手を加えて完成です。この威圧感と情報量、浮きを浮かせて戦うやつが弱いわけがないですね。今回伝えたかったことは、一つ目、ロケーターの階層を工夫すれば、より少ないアトリビュートとシンプルなカーブで複雑な動きを表現することができる。仮にロケーターを使わず同じ動きを再現しようとしたら、緻密なカーブの調整が必要になるでしょう。二つ目、カーブをオフセットする前に理想の動きに到達しておくこと。オフセットしてしまってからではアニメーションの調整が大変です。効率よく試行錯誤を繰り返すためにオフセット前のデータをバックアップしておくのもいいでしょう。今回使ったロケーターの階層がいつでも万能ではないと思います。作りたい動きを分析してどうやったら楽に作れるかを常に考えていきたいですね。ご視聴いただきありがとうございました。